どうも皆さん、カイトです。今回はクリアはしているか単独で紹介していないインディー作品を4本ほど紹介します。ボリューム1、ボリューム2に続いてのボリューム3ですね。前回も色々と紹介しているのでチェックしていただけると嬉しいです。またラフな感じで撮ってる第3弾と思ってもらえたらなと。では早速やっていきましょう。まず1本目なんですけど、こちらのエラーエクゾディウムです。2023年5月21日に Steam で早期リリースされた作品で、ディーゼルパンクが舞台の 2D アクションアドベンチャーです。ウィッシュリストに入れてたら突然のリリースでびっくりして速攻でプレイした経緯のゲームですね。最初から言うんですけど、このゲームは2時間半でクリアできるというクセモノですが、普通におもろかった。唐突に終了して面食らったのもありますが、開発元が色々と世間を賑やかしているところだったので納得しました。雰囲気がメトロイドバニアチックではあるんですけど、場面ごとに切り替わるアクションアドベンチャー要素が強いかなと。主人公はアンドロイドでありながら世界を照らす希望として反乱軍相手に奮闘するお話。 2D ピクセルが緻密に表現されているのもリアリティあって、この作り込みなら本リリースまで時間かかりますね。操作性の手触りはかなり癖あるんですけど、アイテムを取りながらのギミックを解いていくという王道パターンもよくできてます。この手のタイプでは珍しく戦闘も可能で、そこら辺で拾ったナイフで攻撃したり銃を撃ちながら破壊したりというアクション性も強い。若干バベルの図書館っぽい気がしないでもないんですけど、ディーゼルパンクという世界観がお好きな方はプレイしてみてはどうでしょうか。2本目はこちら、ポケットミラー黄金の夢。2016年にフリーホラーとしてリリースされてたのが、2023年5月19日にチームでリマスター版としてリリースされました。ある屋敷で目を覚ました少女が記憶を取り戻すミステリーホラーアドベンチャーです。多分元は作る系だったんかな。それがドットからイラストまでハイクオリティでのリメイク。ゴア要素が強めな表現が多いんですけど、めちゃくちゃ怖いってことはなくて、どちらかというと謎解き要素が強めな作品ですね。ミステリアスな雰囲気、まさに異常な世界観での意味不明展開を楽しみながら、屋敷内の難解なトリックを解いて前に進んでいきます。キャラクターがみんな可愛いんですけど、全員うさんくさく見えるのもうまく作ってあって、特にリゼットとの追いかけっこは怖いというよりはうまく操作できなくてブチ切れる方が多いです。こいつやってくれてる。選択肢によるマルチエンドパターンなんですけど、ほんまに分岐が多すぎるので注意してください。デス要素満載というか、人形に襲われるとこはマジで怖いんでやめてくれ。フリゲの配管少女に雰囲気はすごく似てます。周回要素はありますが、すごくコンパクトにまとまっているゲームなんでおもろかったっすね。手頃にドットホラーを楽しみたい方はプレイしてみてはいかがですか。3本目がこちらのプラネットオブラナになります。2023年5月23日に Xbox と Steam でリリースされた、少女が住んでいる村が突如宇宙人に襲われてさらわれてしまった人々を助けに行くパズルアクションアドベンチャーですね。プレイした感想としては、明るいインサイドと思ってもらったら大丈夫です。文章は一切出てこないアドベンチャーシステムであり、インサイドにインスパイアされている感じの謎解きが多い。ボックスを移動させての高台突破に、相棒の猫っぽいのを操作しての誘導突破、クレーンを動かしてのステージ突破などめちゃくちゃ面白かったです。序盤は簡単なギミックも後半になってくると一瞬止まって思考を巡らせないとマジでクリアできません。特に船みたいなところの音程を合わせる箇所が厄介。後半になればなるほどアクション性が強くなってくるんで、秋という秋は来なかったっすね。なんかところどころで喋ってるんですけど、何言ってるかわからねえ。4時間そこそこでクリアをできたんで、ちょっとした謎解きのアクションをしたい方はプレイしてみてください。4本目がヘルテイカーです。2020年5月11日に Steam で無料リリースされてて、主人公が悪魔っ子たちのハーレムを作る夢を見たから地獄へと降り立ちスカウトしに行くマス目方式パズルゲームです。先日に太陽さんが無料なんでおもろいっすよと教えてくれたんで、次の日に何気なくプレイしたら3時間ぐらい没頭できた良作でした。限られた行動ターンで悪魔っ子をスカウトするだけなんですけど、そこにたどり着くまでのパズルがめちゃくちゃ難しい。マス目という枠組みでいかに効率よく鍵をゲットしてスカウトするかがいいんですよね。キャラビジュもカートゥーン調の悪魔っ子も可愛いのと、それにかまけてスカウトの選択肢をミスったらデスリ判定になるのも計算されてるなと。またターン関係ないボスパートもキーボード十字キーのプレイヤースキルが求められるのもなかなか。クリア後に EX というステージも開放されますが、メインが優しく見えるほどの鬼畜要素なんでクリアはしましたがおすすめはしません。無料というパンチラインも合わ
わせて単純に楽しめました。ほんまにキャラが可愛いんで、キャラアートが好みの方はぜひ遊んでみてください。インディーのクリア作品は4本紹介しました。数々リリースされる中でマニアックな作品ばかりを多くプレイしていると、大手のゲーム情報もどんどん入ってくるので困ったものです。ちなみに一番楽しみにしているのがクライマキナです。クライスタが超絶に面白かったので期待が大きい。紹介した4作品もクリア時間としては10時間もかからないんで、フィッシュリストに入れてセール時に購入するのもありですね。よければ皆さんもインディーの世界に足を踏み込んでみてください。きっと思わぬゲームに出会った時の面白さに気づいてしまいますよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。通行 C でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。